これは松永ひろ子さんがお姉さんのために書いた物語です。読む者の心を幸せにする美しさに、皆さんにも読んでもらいたいと私が拙いながら動画に投稿しています。だから読み方が下手なのはあしからず。江戸春さんのこと。もし、ぼんやり歩いていた春は呼び止められた。若い男である。武士でも、町屋の商人でもない。職人衆とも違う。春は無言で見返した。人形町へはどう言ったらよろしゅうござんすか。江戸の人ではない。力のある目をした頑丈そうな男である。私はよくわかりません。家の者にお尋ねくださいませ。先に立って歩き出しながら、何か春の胸に大丈夫という思いがひらめいた。何が大丈夫なのか自分でもわからない。何かほっとするものを感じさせられたのだ。春は15の年から御殿に姫君様おそば好きとして上がっている。今日は2年ぶり初めての宿下がりであった。幼なじみの友達を誘って浅草寺にでもと思っていたら、もう嫁に行ったという。何か取り残されたような不安な気持ちでお参りし、おみくじを引くと末吉。歩調も重くなるというものだ。門石の船頭を務めております、加助と申します。初取引のお店の人形町への道がわからなくなって迷ってしまいました。教えていただけると助かります。門石は焼津の海鮮問屋、山口貨幣の持ち船である。江戸との取引は多く、海苔問屋春の製菓でもその名前は知られていた。でっちに案内され、加助は無事取引を済ませることができた。改めて礼に立ち寄ると、春の父親もその礼儀正しさと若さに驚いた。春に御殿からお声がかかったとき、親たちは行儀見習いとしていいのではないかと押し出したのだ。15歳の春は、武家の娘たちばかりの御殿奉公に不安を抱きながらも、憧れもあり、御殿に登ったのであった。3歳下の姫君は、春を姉のように慕い、見知らぬ町屋の暮らしの様子を聞くのを楽しみにしてくれた。しかし、購買やお年寄りのしつけは厳しく、このまま御殿に奉公することに迷いが生じていた。春は迷っていた。姫様は慕ってくださるが、間もなく他の大名家へのお越し入れは決まっている。自分はそこまでついていけるか。姫様のいなくなった御殿に女中奉公する意味があるのか。この迷いを母に告げると、今朝母は、父様は若い時は迷うものだとおっしゃった、と返された。実は父親も迷っていた。娘を嫁がせたい相手が見つからない。縁談はあるのだが、諸々に難点が見え、気が乗らない。町衆の娘を御殿にあげたことは間違いではなかったか。宿下がりし、耐えることも覚え、所作もしなやかにろうたけてさえ見える。あのじゃじゃ馬がどれほどの努力を重ねたろうか、ますます町屋の若衆との釣り合いが広がったように思える。
婿を取って、こののり問屋を継がせたいと思える若者が見つからないと。春は短い宿下がりを終え、御殿に戻っていった。一つだけ、嘉助という青年が何か気になりながら、御殿に来るごま物屋の手代とも違う。もちろん、お城勤めの武士とも、姫様のお供で行く歌舞伎役者とも、浅草寺の若い僧とも、続く。